1、はじめに、今回はセガエンタープライゼスが発売したメガドライブ用の周辺機器メガ CD の魅力に迫る、書籍およびインターネットで調べた情報と中の人の経験とで進める。開発者の方または非常にお詳しい方、動画の間違いをこやつめでスルーできない方、またはゲーム映像だけを楽しみたい方は他の投稿者様による素敵な動画がたくさんありますので、ブラウザバックを強く推奨する。それでもよいよという方は少々お付き合いいただきたい。2、メガ CD 概要。メガ CD に入る前にまずはメガドライブ本体側を説明しよう。記載は NTSC での仕様である。PAL では数値が変わってくる。50回描画で良いので性能向上するのだ。 CPU メイン CPU モトローラ68000 7.670454MHz。 サブ CPU サイログ Z80 3.57954MHz。 サウンド FM サウンドチップヤマハ YM2612。 4オペレータ FM6 ちゃんまたは FM5 ちゃんと PCM1 ちゃん。 PCM ソフトウェアで制御最大 26.3kHz。 DCSG 区形波3ちゃんとノイズ1ちゃん。 GPU セガ 315-5313VDP。 解像度 8×8 のセル単位というのはコンボの動画でもちょいちょい出てくるので覚えておいてほしい。 320×224 セル40列モード 256×224 セル32列モード。4つのグラフィックスプレーンがある。2つのスクロールタイルプレーン、ウィンドウタイルプレーン、スプライトプレーン。画面の表示順番であるが、スプライト面はスプライト単位で、それ以外の背景面は 8×8 のセル単位で表示順序を任意に設定できる。サンダーフォース4の多重スクロールはこの機能を使って多くのスクロール面があるように描画できる。カラーパレット標準512色。シャドウハイライトモード1536色。表示色数標準61色。シャドウハイライト192色。シャドウハイライトモードであるが、スプライトを重ねると暗くしたり明るくしたりすることができる。この機能をうまく使うとメガドライブの限界である61色を超えた映像表現が可能である。この画面ではなんと171色表示している。仕組みはこうだ。まず15色のパレットが4つある。スプライトパレットの2色はハイライトとシャドウで透明なスプライトで定義される。ハイライトドットを重ねるとその背面 BG の色は2倍の明るさになる。シャドウドットを重ねるとその背面 BG の色は半分の暗さになる。メガドライブは 8×8 のセル16色制限がある。ここではとりあえずそのセルに焦点を絞る。 BGE でパレット1を利用して15色の絵を描く。 BG、B でパレット2を利用して同じく15色の絵を描く。スプライトを利用して13色の絵を描く。スプライトのシャドウ、ハイライトビットを利用して明るく、暗くしたい部分にドットを打つ。これでそのセルは103色、画面全体で171色の画像が誕生する。16色のパレットを4つ持つことができ、BG とスプライト共有で使えた。スプライト 320×224 40列モードではスプライトは80枚使用できるのに対し、 256×224 32列モードではスプライトは64枚となる。スキャンラインごとに20個のスプライトが表示可能で、スプライトごとに16色使える。ビデオラム 64KB 0.5 メガビット。帯域幅10 13メガバイト両。カートリッジ 128KB 8メガバイト。帯域幅カートリッジ帯域含め高速な処理が可能だった。例えば格闘ゲームなどではフレーム単位でキャラクターデータを読み込むことが可能だった。メガドライブ音源。メガドライブには2つの音源が載っている。 FM 音源 YM2612 と DCSG と呼ばれる区形波3ちゃんとノイズ発生可能なセガマーク3に搭載されていた音源である。この辺り詳しくやりたいところであるが、涙を飲んで今回はメガ CD なので必要最低限とする。ヤマハ YM2612 は1988年に初めて登場。このチップは4オペレータ FM 音源ヤマハオペレータ
イプ N、OPN を拡張したものを実装しており、OPN2 という名称がある。4つのオペレータをどう接続するかのアルゴリズムは8パターンある。レチューン2が存在しない。チャンネル数が少ないだけで、他の仕様はアーケードで活躍した YM2151 通称 OPM と同じであり、アーケードゲームからの移植ではアーケードそのままの音を再現するソフトも存在した。2番目の OPN チップではなく YM2203 OPN の後に YM2608 OPNA および YM2610 OPNB が先行することが知られている。デフォルトでは6つの音を同時に生成でき、それぞれが FM オペレーターの独自の構成を持つ。全ての OPN チップと同様に3番目のチャンネルを効果音モードとして1つのチャンネルで最大4つの音を出すことができた。6番目のチャンネルは8ビット PCM チャンネルと排他的に利用できた。この PCM はソフトウェアで制御することから後期、さらに後年には品質が向上した。現在ではこの PCM1 チャンで4つの音を同時に出すことができる。 ADPCM ではなく PCM であることからその合成もシンプルであり Z80 で制御が可能らしい。とにかくセガ野郎から愛された音源である。メガ CD は日本では1991年12月12日に発売された。価格は49,800円。スペックを見ていこう。 CPU モトローラ 68000 12.5MHz、 RAM プログラムデータ用 6Mbit、 PCM 音源用 512kbit、 CD ロムデータキャッシュ 128kbit、 バックアップメモリ 64kbit、 ロム 1Mbit、 BIOS CD、G 対応 CD プレイヤー、サウンド PCM 音源ステレオ8チャン、メガドライブ本体の FM 音源録音、 PSG3 音、ノイズ1音を加えると18音、2つのタイルレイヤー、ハードウェアによる回転拡大縮小機能、扱える色数15色、稼働可能なスプライト数20。導入の歴史。1988年に発売されたメガドライブはセガのビデオゲームコンソールの第4世代に加わった。1990年代初頭までに CD は音楽やビデオゲームの記憶媒体として進歩した。 NEC は1988年10月に日本で PC エンジン CD ロムロムシステムを開発し、ビデオゲームコンソールに CD テクノロジーを初めて採用し、1988年に8万台を販売した。その年、任天堂はスーパーファミコン用の CD ロム周辺機器を開発するためにソニーと提携すると発表した。アミューズメントゲームで先端を行くセガは家庭用ゲームでもその技術に挑戦していた。 CD ロムを使ったゲーム機メガ CD である CD ロムは従来のカートリッジ式のゲームソフトに比べて考えられないほど多くの情報を記憶することができる。それまでのカートリッジではどう頑張っても 16Mbit の容量しか入らないが、 CD ロムならその270倍の 4320Mbit もの大容量を情報として記憶できる。もし400字詰めの原稿用紙に直すと213万7500枚の文書量ということになる。歴代の家庭用セガハードを作った佐藤秀樹は思った。これからは CD ロムこそゲームの主流になる理由は2つあった。まずその膨大な容量を生かして壮大なスケールの RPG を作ることができる。それまで情報量が少ないことが原因でできなかったゲームを作ることができる。さらにそれまででは考えられないほど綺麗な絵を生み出すことができる。レーザーディスクに果てしなく近づけていくことができる。もう一つは音である。 CD ロムはその名の通り CD を使っているので音楽用ソフトと同じだけの高音質を得ることができる。こういった要素を突き詰めていくとまだ誰も考えたこともないような新しいゲームを作ることができるかもしれない。佐藤は今一つ思っていた。人間は一度レベルの高い味を覚えると元のところには帰らないものだ。白黒テレビがカラーテレビに変わってしまうとカラーテレビが当たり前になる。白黒テレビには戻らない。それと同じで高音質
高画質大容量に慣れてしまうと大元のカートリッジゲームには戻れないが、問題もあった。大容量であるということは作る側にしても大変な労力がかかる。うまく CD-ROM を使い切ったゲームが作れるかどうかが鍵であったが、これがなかなか狙い通りにはいかない。それまでの16ビットのゲームの270倍もの容量があるということは経費も努力もバカにならない。単純に270倍の労力がかかるというわけではない。音楽を高音質にすればそれだけ容量がかかるし、絵に関しても容量がかかる。どう扱ったらいいのかわからない状態であった。高見富夫マネージャーが率いるセガのコンシューマ製品研究開発研究所は CD-ROM 機能追加を任務としていた。当初は PC エンジン CD-ROM と同等の機能を検討していたが、ラム容量は2倍だった。比較的短いロード時間に加えて、高見のチームは専用のデジタルシグナルプロセッサを必要とする。セガのアーケードゲームと同様のハードウェア拡大縮小と回転を実装することを計画した。カスタムグラフィックスチップは有効性の追加のサウンドチップと並行してこれらの機能を実装した。セガは CD-ROM 技術がビデオゲームにどのような影響を与えるかについて野心的であり、その可能性としては映画グラフィックス、ロックンロールコンサートサウンドおよび 3D アニメーションが可能とした。ただし開発の終わり頃に2つの大きな変更が加えられ、アドオンの価格が大幅に上昇した。メガドライブの 68000CPU はメガ CD の新しいグラフィック機能を処理するには遅すぎるため、追加の 68000CPU が組み込まれた。この2番目の CPU のクロック速度は 12.5MHz で、メガドライブの 7.67MHz CPU よりも高速だった。NEC が PC エンジン CD-ROM のメモリを 0.5Mbit からに 4Mbit に増やすことを計画しているという噂に応え、セガはメガ CD で利用可能なラムを 1Mbit から 6Mbit に増やした。これにはゲームアーツの要望もあったと言われる。当初メガ CD のラムアクセス速度はプログラムを効果的に実行するには遅すぎた。開発者は速度を上げることに重点を置く必要があったため、これは技術的な課題であることが判明した。本体推定価格は5万円弱に上昇したが、市場調査の結果、消費者は最先端の装置にはもっとお金を払っても構わないとセガの幹部らは確信した。セガは CDG 規格に基づく CD プレイヤーの開発でワーナー、ニュー、メディアと協力していたビクターと提携した。1990年にはすでにメガドライブの CD-ROM 拡張版が雑誌で取り上げられていた。セガは日本ではメガ CD を1991年末に、北米ではセガ CD として1992年に発売すると発表した。メガ CD は1991年の東京おもちゃショーで一般公開された。批評家から好評を博し、1991年半ばにシカゴで開催されたコンシューマーエレクトロニクスショーでも好評を博した。日本では1991年12月12日に発売され、当初の小売価格は49,800円だった。メガ CD は急速に売れたが、日本ではメガドライブのシェアが小さかったため、売り上げは急速に減少した。メガ CD は最初の3ヶ月以内に20万台売れたが、その後3年間でさらに2万台しか売れなかった。セガがソフトウェア開発キットをリリースするのに長い時間がかかったために、サードパーティのゲーム開発は打撃を受けた。売り上げに影響を与えたその他の要因としては、日本でのメガ CD の発売価格が高いこと、発売時に入手できるゲームが2つだけであったこと、1年以内にセガから発売されたゲームが5つだけだったことが挙げられる。ここでメガ CD のブロック図である。メガ CD には前述の通りメガドライブと同じ 68000CPU が搭載されているが、クロックはかなり高速である。2つのユニットを接続すると強力なデュアル CPU システムが構築される。メガドライブに内蔵されているプロセッサをメイン CPU、メガ CD に内蔵されているプロセッサをサブ CPU と呼ぶ。一般にどちらも独自のユニット内のハードウェアの制御を担当する。メイン CPU は VDP、コントローラー用 Z80 と連携し、サブ CPU はバックアップラム、高度なグラフィックス機能、TCM オーディオ、そして CD-ROM ドライブを管理する。
本当の主役はゲートアレイである。セガ 315548ASIC は一般にゲートアレイとして知られ、この画像ではメガ CD エンジンとして示されており、メガ CD の全ての部分と一部の部分を結合する接着剤である。合わせてこのチップが回転拡大縮小機能を提供する。このカスタムチップは厳密に言えばグラフィックスチップではない、拡大縮小と回転用のチップであると単純化することもできるが、このカスタムチップは他の標準チップでは実行できないさまざまな基本機能を実行する。特に異なるバス間の通信を調整し、マッパーとしても機能する。そしてグラフィック部分で気になるのが座標変換機能である。このカスタムチップ自体は独自に拡大縮小、回転できない、拡大縮小されるオブジェクトの各ラインに必要なこれらの値、総分と減点を計算して提供するタスクを持つのはメガ CD、CPU である。したがって CPU と組み合わせることでのみ真の 2D グラフィックスチップが形成される。カスタムチップと CPU の組み合わせにより、メガ CD はスーパーファミコンのモード7のように背景ショット全体を拡大縮小したり回転したりすることができた。F0 やマリオカートの遠近効果を表現可能であった。この F0 効果はセガの1991年の開発者向けドキュメントでも特に強調されていた。これはスーパーファミコンのモード7がいかにセガによって特にターゲットにされていたかを示している。詳細は口述する。メインとサブという名前から2つのチップの意図された関係がわかるはずだ。メイン CPU はメインプログラムを実行し、実行されるタスクのリクエストをサブ CPU に送信する。この通信はゲートアレイ内のレジスタを通じて行われる。これは小さなコマンドを送受信するのには問題ないが、ディスクからデータを読み取るサブ CPU からメイン CPU に大量のデータ、タイルグラフィックスを取得して VDP にロードするにはどうすればよいか。そこでワードラムが活躍する。ワードラムは CPU がデータの読み取りまたは書き込みに使用できる 2Mbps、256KB のメモリである。これは2つのモードのいずれかで使用される。2メガモードでは 2Mbps 全体が利用可能になるが、一度に1つの CPU のみが利用できる。したがってその時点でサブ CPU がワードラムにアクセスできる場合、メイン CPU はアクセスできない。またその逆も同様である。1メガモードではメモリは1メガビットのチャンクに分割され、各 CPU は反対側のバンクに同時にアクセスできる。他のバンクへのアクセスはいつでも切り替えることができる。2メガモードは大きなデータブロックの読み込みと転送に便利であるが、1メガモードは計算されたグラフィックスやビデオの再生などより即時的な転送に適している。また PRGRAM もあり、プログラムコードと場合によってはデータ転送のためにサブ CPU によってほぼ独占的に使用される 4Mbps のメモリ領域である。最後にオリジナルのメガドライブには 64KB のワークラムがある。実際のランタイムワークラムとして使用されるほか、メイン CPU 上で動作するメインプログラムコードにも使用される。とロムの関係について、ここでそもそもラムとロムの関係をおさらいする。ざっくりと乱暴に説明するのでお詳しい方は生温かく見てください。VRAM は後ほど解説する。ゲーム機からはラムもロムも同じように扱える。書き込みできるかできないかの違いしかない。CD-ROM キー前のゲーム機本体にもラムが載っていた。ただそれは必要最低限のものだった。直接ロムにアクセスすればよいからである。100メガショックでおなじみのネオジオにもそれぞれ 64KB のラムと VRAM しかない。大体ですが格闘ゲームの1キャラクターは3から5メガビット程度の容量となる。そう考えると PC エンジン CD-ROM で初代ストリートファイターを 64KB でよく動かしたものだと感動すら覚える。 PC エンジン CD-ROM には 64KB しかラムが用意されてなかった。 ADPCM 領域 64KB も使えることになる。要するに 1Mbps しかなかったのだ。ここでメガ CD である 6Mbps の大容量ラムとあるが、そのうち 4Mbps はメガドライブから直接アクセスできなかった。いわゆるビジュアルデモシーンには問題なかったが、
格闘ゲームなどフレーム単位で読み書きできるラムは2メガビットしかなかった。ネオジオなどの格闘ゲームの1キャラは先ほど述べたように3から5メガビットとなる。全く容量が足りないのだ。サターンのメモリは 4.5 メガバイトと拡張メモリで4メガバイト、ビットでいうと68メガビットとなる。そんなことから格闘ゲームは不得意だった。また当時はラムも高価だった。6メガビットのラムを搭載したメガ CD はそれに合わせて高価になった。2メガモードは排他的利用となる。ゲーム中は本体からアクセスする。途中で更新が必要となると一旦メガ CD 側に切り替わり読み込み、そして戻る。これが格闘ゲームでは体感的に遅延を感じるのだ。もろもろ解説に入る前にメガ CD の結局何が大変だったのかを整理しよう。まずゲームってどんな風に絵を出しているか理解する必要がある。今では液晶ディスプレイですが、昔のテレビはブラウン管、電子ビーム、レーザー的なものを左上から Z 型に描いて、また最後元に戻るという描画方式だった。この赤線部分が絵を描く部分である。絵は VRAM に格納されて、それを VDP が描画する。この赤線部分は VDP が VRAM にアクセスしているため、VRAM を触ることはできない。一般的には青い線、右下から左上へ戻るわずかな時間にデータを転送していた。青い線のことを V ブランクという。そして緑の線を使うなどして必死に帯域を確保していた。この時間は非常に短くデータとしてはちょっとしか遅れず、とんでもなく遅いのだ。映像を出さないときはフルアクセス可能なため、高速にデータが転送できた。転送に集中できるのでものすごく速く、メガドライブの場合映像描画中と比較し18倍の速さ、13メガバイト秒だった。映像を出している時にメガ CD とスーパーファミコンのデータ転送量はこの通りわずかである。しかも理論値なのでここまでは出ない。実際は6割程度の速度だった。メガドライブでは1秒あたり 420KB となる。この1秒あたり 420KB がメガドライブ描画の限界値でコンボの動画の基準になる。この 420KB という数字を覚えておいてほしい。この値に近いほど一番のボトルネックである VRAM 転送という観点では限界に近いということになる。これでもメガドライブは優秀なメモリコントローラーを持っていて、ゲーム機では速い方だった。 420KB、 3.36 メガビットとなり、結構あるじゃないかと一瞬思いますが、ゲーム機は 60fps なのだ。1フレームあたりはこのようになり、7KB 程度と非常に少ない。これがどれほど絶望的な数字か具体的に見てみよう。標準のメガドライブ解像度は 320×224 でピクセルのイメージは 35KB となる。フル解像度を 60fps 描画しようとしてもフレーム 7KB では全く足りないのだ。 20% の画像、いわゆる12フレーム程度しか転送できないことになる。では普通のゲームはどうだろうか。一番転送が多いのは格闘ゲームだ。格闘ゲームなどは背景を事前に読み込んで、キャラクターデータはキャラデータ更新単位で読み込む。例えばスーパーストリートファイター 2X のメガドラ完全移植があったとする。これ以降の数字は画面見ながら数えたので実際のデータとは異なる。ザンギエフさんは大きいキャラクターとなる。その解像度は 125×108 ドット、16色4ビットだったとして1枚 6.75KB となる。キャラはスムーズにアニメーションしている。ゲーム進行は 60fps だがキャラ更新は 15fps であった。ここでザンギエフさんが2人いたとして計算すると VRAM 転送速度に対して利用率は 48% となり、余裕を持って収まる。もっと大きいキャラにしたりキャラ更新をもっと滑らかにといった余地はありそうである。ではボタンを押した後どれくらいでキャラが表示に反映されるだろうか。画像転送までの処理は無視できるレベルで速いのでボトルネックは VRAM 転送となる。メガドライブの場合は2フレームとなる。ただこれはキャラデータ更新なので、すでに VRAM 上にあるキャラを動かすのは即対応できる。比較としてスーパーファミコンも載せておく。全体的にスーパーファミコンはメガドライブに対して遅いのだ。スーパーファミコンが遅いと言いますか、メガドライブは優秀な帯域を持っていた。ただ
メガドライブ開発時点でメガ CD を接続するということが当然考えられてなかった。だからこの帯域があれば十分だと考えたのであろう。メガ CD はその仕組みからメガ CD で描いた画像をストリーミング的に流し込む必要がある。再度このスライドですが、標準のメガドライブ解像度は 320×224 でピクセルのイメージは 35KB となる。フレーム 7KB では全く足りないのだ。対処方法としては3つある。1、解像度を下げる。2、フレームレートを落とす。3、両方実行する。メガ CD では3、両方実行するが用いられた。画像描画のわずかな隙間にデータを転送し、3、4フレームかけて映像を転送する。結果メガ CD 描画性能は12から 20fps となる。15fps が標準的だった。映像描画が美しいと有名なゲームでも解像度を少しでも減らしてデータ転送量を稼ぐ努力をしている。ナイトストライカーが縦方向の解像度を半分にしているのもその理由からだ。ナイトストライカーのアーケード版が12倍の帯域と変わるかといえば、転送された小さな画像を VDP で拡大処理してるからそんなことはなくて、そもそも1枚絵をそんなこと考慮されてない VDP に送りつけることに無理があるのだ。ちなみにこの問題はメガドライブに限った問題ではなく、カートリッジに映像拡張チップを搭載したスーパーファミコンやメガドライブでも同じだった。 32X ではこの対策としてメガドライブの映像を 32X に取り込んでから映像を合成して 32X 側から出力している。ここで回転拡大縮小機能を実現するモード7を見てみよう。スーパーファミコンは2つの映像処理チップが仮想的に1つのチップとして動いていた。VRAM の映像を VDP でぐるぐる回すことができた。これによって F0 とかは 60fps とかで動いていたのだ。メガドライブの場合は2つの問題がある。まずは先ほどの画像転送の問題。それとメガ CD の回転拡大縮小機能は映像処理チップと 68000CPU が連携して描画している。この処理速度もスーパーファミコンの4分の1程度の処理性能しかなかった。しかし仮にこの性能が100倍あったとしても、先ほどの画像転送の問題で同じ映像しか映し出せないことになる。次に動画再生である。 CD-ROM 転送は 150KB 量である。15フレームとしてもフレームあたり 10KB しかない。メガドライブの画像1枚 35KB には全く足りないのだ。方法としては以下の3つがある。1、解像度を落とす。25% くらいまで解像度を落とす。2、1枚の画像を圧縮する。 JPEG と加工不可なものは使えない。プレイステーションではモーション JPEG にハードで対応していた。3、差分圧縮方式。全画像からの差分のみ転送後期で使われた。詳しくは口述する。メガ CD はカタログでは見えない。このような制限があり、当時の少年たちは頭の中で疑問符がついていた。しかしこの制限を理解した上で各ゲームを見るとその技術力の素晴らしさに驚かされるのだ。メガ CD にはメガドライブのグラフィックス機能を直接向上させる方法はない。例えば色数や解像度は増加しない。大容量を生かしたムービー再生以外はグラフィックスへの影響はより間接的なものになる。一つの方法はストレージ容量を活用して全体的な視覚的な豊かさ、多様性、アニメーションなどを高めることである。通常の古典的な 2D ゲームは基本的にこの恩恵を受けない。ゲームのビジュアル面でメガ CD の関与を推測できる稀な瞬間は回転拡大縮小表示される時である。3、モード7への挑戦。メガ CD は2つの機能実装を要求された。1、PC エンジン CD-ROM 以上の CD-ROM 機能。2、スーパーファミコンで実装されたモード7、いわゆる回転拡大機能だ。スーパーファミコンのモード7を説明する。F0 で有名であるが、スーパーファミコンは1枚の BG を回転拡大縮小する機能を持った。たった1枚であるが、業界に与えたインパクトは大きかった。モードの切り替えは横方向で分割利用できた。F0 では地面がモード7でそれ以外は通常のモードだ。
画面内で回転拡大がある場合はその他のオブジェクトはスプライトで描かれる。思った以上に制限が多い。反面メガ CD はスプライト、BG とあらゆるものが回転拡大縮小ができた。スペックが公表された時、ユーザーはナムコシステム2や F0 などの映像表現が僕のメガドライブで実現できると5万円弱の大金を払った。実際その機能は制限だらけだったことを後で知ることになる。モード7、任天堂はスーパーファミコンをリリース。これには回転する背景や地面などあらゆる種類の効果を作成するために使用できるモード7が搭載されていた。セガ・オブ・アメリカは任天堂に対して大きく有利なスタートを切ったが、セガのゲームは任天堂のゲームのような効果を生み出すことができなかった。メガ CD はこの問題に関する要求を満たそうとした。スーパーファミコンはこの回転拡大機能を本体一体で提供することで 4.6 メガピクセル秒でのフルスクリーン 60fps 映像を実現できた。メガ CD は回転拡大縮小機能を持っていた。方法は2つある。メガドライブのスプライトを拡大縮小する方法。これの利用用途は限定的だった。小さい映像を1秒間に60枚 VRAM に転送する。メガドライブはそれをスプライトとして描画するのだ。 64×64 理論値で 110×110 程度の小さなオブジェクトであれば 60fps で動いていたようだ。それでも回転の場合は対角線がずれる関係で元より小さめに描いておく必要があり、結果的に表示サイズが小さくなってしまった。もう一つはいわゆるフレームバッファ方式。メガ CD で計算して映像を描いて映像をメガドライブに渡すのだ。大きな映像を1秒間に15枚 VRAM に転送する。メガドライブはそれを BG として描画するのだ。問題はメガ CD とメガドライブ間のデータ転送速度だった。こちらについては前の章で解説した。どう頑張っても15から 20fps 程度の速度しか出なかった。純粋なパフォーマンスの観点から見るとメガ CD はスーパーファミコンのモード7に匹敵することはできなかった。スーパーファミコンモード7はピクセルあたり8ビット256色であるが、メガ CD では4ビット16色だった。しかしこのメガ CD 機能にはスーパーファミコンモード7にはない利点もある。スーパーファミコンモード7は処理できるのは一つの大きなグラフィックオブジェクトのみだった。メガ CD の回転拡大縮小機能ははるかに柔軟でフレームバッファーで実行されており、いくつかの連続したパスでスケーリング回転を使用できるため、フレームバッファ内で重ね合わせるいくつかの個別のオブジェクトブロックで必要なだけ回転拡大縮小機能を使用できた。そして小さいながらもスプライトを回転拡大縮小できた。これはスーパーファミコンより複雑なシーンを構築するために有効だった。メガ CD のこの機能にはスーパーファミコンモード7と比較して他にも非常に具体的な利点がある。スーパーファミコンよりも大きなオブジェクトを動かせた。マリオカートが小さなコースなのはその使用制限からだ。スーパーファミコンは 1024×1024 の画像しか回転拡大縮小できない。それに対してメガ CD は最大 4096×4096 の画像を処理できた。スーパーファミコンではモード7で使用できるタイルのセットは非常に小さく 8×8 ピクセルタイルが256個のみで反転機能はない。メガ CD では少なくとも1024個の 16×16 ピクセルタイルが反転可能である。ここでソニック CD ボーナスコースを見てみよう。すべてのリソースをわずか93ラインに集中させる効果にもかかわらず、フレームレートは 20fps でピークに達する。しかしメガ CD でよりこれ以上のフレームレートを得るのは困難である。比較すると F0 はモード7であり、最大応答性で 60fps で176ラインを描画できる。本作は本来メガ CD のメガデモ的存在のはずだった。しかしここで何よりもメガ CD は熱気球の拡大縮小さえサポートしていない。ボーナスステージの目的は熱気球の破壊である。もう少しメガ CD の可能性を見せてほしかった作品である。ここで BC レーサーズを見てみよう。BC レーサーズもスーパーファミコンモード7ゲームのイメージをすぐに連想するゲームである。大きな違いはこのメガ CD ではリアルタイムで地上オブジェクトを拡大縮小している点だ。
ここでのポイントはスーパーファミコンは1枚しか回転拡大縮小ができないことだ。メガ CD はフレームバッファ方式により床面だけでなくその他地上オブジェクトの回転拡大縮小を実現できた。クリフハンガー CD の映像はその真骨頂であろう。まるでセガ体感シリーズのように地上オブジェクトが迫ってくる。この映像はスーパーファミコンではとても実現できない。この時代の家庭用ゲーム機でメガ CD だけが描ける映像だった。これらはバットマンズ・リターンズと同じ開発者であり、その作品の中でもメガ CD で最も美しいシーンが提供される。メガ CD の拡大縮小機能を最大限に活用することで何が達成できるかを示してくれる。そしてメガ CD の拡大機能の代表例がバットマン・リターンズであろう。巨大なオブジェクトが美しく迫ってくる。日本ではナイトストライカーが有名であるが、映像の美しさでは本作の表現力も相当である。これらはメガ CD の拡大縮小回転機能を最大限に活用した。ゲームシーン全体はメガ CD の CPU とカスタムチップによってメガ CD のラムの一つにあるフレームバッファ内に構築されたイメージになる。当然この映像もスーパーファミコンでは不可能だ。バットマン&ロビン CD でもこの映像を見ることができる。スコアや背景がメガドライブ側でそれ以外はメガ CD で描かれる。フレームバッファ方式では 20fps が限界であった。この映像は驚異的で、ナイトストライカーは縦方向を半分にして絵を描いてメガドライブ側で2倍にしていた。本作はほぼフルスクリーンで描画しているのだ。ではスプライトを利用した 60fps ではどの程度表示可能か。メガ CD は 60fps では 64×64 程度ピクセルの転送機能しか持たなかった。理論値でも 115×115 でピークに達する。一見するとこのオブジェクトは 60fps の転送には大きすぎるように思えるかもしれない。そして実際その通りで、このような大きなオブジェクトをメガ CD とメガドライブの間で転送することは難しい。ここでの秘訣は顔の対称性を利用することである。実際メガ CD は顔の半分のみを拡大縮小して転送している。タイル反転ハードウェア機能のおかげで単純な対称性によって顔半分を作成するのはメガドライブである。このような様々な工夫がなされた。こちらは同じ作品のカートリッジ版の同じボスであるが、メガドライブでスムーズな拡大縮小を表現している驚異的な技術力である。メガ CD 版のこのボスも回転機能ではなく縦スクロール機能で描かれている。メガ CD では従来の手法を使って回転を表現しているケースもある。バットマン&ロビンでは複数の画面効果が見られるが、60fps で稼働するその特殊効果は実はメガ CD の機能ではなくメガドライブの機能だ。縦と横方向のスクロール機能を用いて疑似的な回転効果を演出する。その見分け方は簡単である。メガ CD ではフルスクリーンの 60fps 回転拡大縮小は実現できないのだ。この画面はメガドライブが描いている。デン・ミン・アレスタ CD を見てみよう。制限下でのスプライトはスムーズに動き、背景描画は12、15fps で動く。メガドライブの解像度は 256×224 である。解像度を減らすためにマスターシステムの解像度 256×192 のモードも一部では使われたようだ。さらに FPS を向上させるためにフォーミュラー1では 240×152、 BC レーサーズは 256×128 の解像度を利用した。サンダーホークは 256×152、 バトルコープスでは 256×96 ピクセルとなる。ここで名作ソウルスターを見てみよう。回転拡大する地面とオブジェクト。その映像の美しさはセガの体感ゲームを超えるものがある。メガ CD のスペックを使い倒した名作と言えよう。フォーミュラー1では地面と地上物がメガ CD で描かれる。車などのオブジェクトはメガドライブ側で描かれる。4. サウンド。メガ CD は当然 CD オーディオトラックのストリーミングが可能である。高品質、非圧縮、PCM16 ビット 44kHz の2つのチャンネルで音楽再生が可能だった。 PCM 機能はサウンドチップ RF5C164 を使用して
サンプリング PCM8 ビット 32kHz、サウンドメモリ 512kbit ラムを使用できた。スペック的にはスーパーファミコンと同等。ただスーパーファミコンは ADPCM 方式のため半分の容量で済んだ。当然ながらその PCM 機能はメガドライブ内蔵の PCM と比較し優れていた。CD トラックの生再生は音楽の品質には優れていたが、再生中はディスクアクセスできず曲もループ再生できなかった。 PC エンジン CD ロムロムはその代替案として波形メモリでサウンドを再生したが、中の人が愛してやまない波形メモリ音源でもさすがに CD の生演奏にはかなわなかった。メガ CD ではこの8つの PCM チャンネルを使用して CD オーディオの代替を実現した。今流れるサウンドもメガドライブとメガ CD が作り出しているノイズ混じりのないメロと伴奏とかはメガドライブの FM 音源だ。あれほど憧れたワルキューレの伝説、ステム2とほぼ同じ構成でサウンドを奏でる。ある意味メガドラユーザーの夢は音楽の世界でも叶えられていた。これら全ての PCM チャンネルの存在の背後にはスーパーファミコンに対応した技術的な挑戦があったと推測できる。実際モード7に加えてスーパーファミコンを特徴づけるもう一つの主要な差別化要素は PCM 音源だった。スーパーファミコンのオーディオ部分は完全に専用の 1MHz の小型 SCP700CPU によって制御されている。メガドライブの Z80 と同様、メガ CD においてこのオーディオ CPU の役割を見事に果たしているのが68000である。先ほどから例としてストリート・オブ・レイジ CD を参考にしてオリジナルのボイスサンプリングを比べてみよう。またその性能をミッキーマニアで見てみよう。メガドライブと比較しサンプルレートが高いためクリアな音を出すことができた。5. ストレージ。 CD ロムプレイヤーに期待できるもう一つの機能はネオジオ CD のようにメガドライブですでに知られているような 2D ゲームを当時入手可能なものよりも大きな容量のカートリッジの条件で提供することであった。最大のメガドライブカートリッジの場合は最大 4MB 32Mbit であった。ここでの主題はデモ映像などで使うメモリではなく格闘ゲームなどで利用可能な高速なメモリのことである。ネオジオのような大型カートリッジのロムを最適にシミュレートするには大容量のラムバッファも必要であるが、 PC エンジンの最初の CD ロムドライブにはこれが大幅に不足していた。 PC エンジン CD ロムのラムバッファーはわずか 64KB、 初代ドラクエと同じ。これに加えて 64KB のオーディオサンプルバッファーが追加されていた。スーパー CD ロムの場合は 2Mbit である。メガ CD で興味を持っていたのは主にカートリッジのロムを置き換えるラムバッファだった。この点で PC エンジン CD ロムとの比較はより困難である。 PC エンジンの場合は一旦本体側にデータをロードする。メガ CD の場合は6メガ中4メガは即時アクセスできないのだ。要約すると2つのラムバッファがあり、メガドライブ CPU つまりカートリッジのロムのようなものとメガ CD-CPU からアクセスできるものがある。2つのラムバッファの1つは 4Mbit のサイズでメガ CD-CPU 用にロックされている。もう1つの 2Mbit はカスタムチップが回転拡大縮小を実行し、ある意味 VRAM として機能し、とりわけフレームバッファーを受信するだけでなくデータを渡すための中間バッファーとしても機能することを目的としている。メガ CD とメガドライブの間、バッファ自体をそれぞれ独自のバスを持つ 128KB の2つの独立したバッファに分割することもできる。一つはメガドライブ CPU によってアクセス可能で、もう一つはメガ CD-CPU によってアクセス可能であり、常にメガ CD の強みの一つである並列タスクを促進することを目的としていた。少し工夫すればこれら全てを一種の大きなラムバッファとして使用できるのだが、完全に追加可能で比較できるわけではない。実際の利用例を見よう。ファイナルファイト CD。ファイナルファイト CD はメガ CD の映像機能は利用していない。ストレージとオーディオ機能のみを使用するメガ CD ゲームの一つである。ファイルシステムを含むトラック位置を詳しく調べて分析すると、ゲームの中心部が 1708kbit に収まることがわかる。つまり
実際にはサンプルとカットシーンの部分を妥協すれば単純な 2MB のカートリッジに収まるゲームになる。また CD 版にはアニメーションフレームが追加されているモータルコンバットも上げることができる。しかしメガドライブカートリッジのモータルコンバット3はさらに優れており、登場人物の数が2倍であることが判明したため、このモータルコンバット CD が当時のカートリッジで実現可能だったかもしれない。メガ CD のラムバッファは小さすぎて、この上半身裸のキャラの変身に必要な全てのキャラデータを含めることはできない。メガドライブとメガ CD の共用ラムへのデータ転送でわずかな時間停止するのだ。特に対戦格闘ゲームは CD 機では問題が発生することがよくあった。7MB のラムバッファを備えたネオジオ CD であっても、全てのネオジオ対戦格闘ゲームをサポートできるわけではない。ソニック CD はメガ CD のグラフィックス機能の使用方法を示す良いデモンストレーションではないが、ストレージ使用量の観点からは興味深い例である。これは古典的なアクションゲームで CD メディアを非常に大きなカートリッジとして使用する意欲を示していると思われる数少ないゲームの一つである。実際ゲームは7つの世界に分かれており、それぞれが3つのステージに分かれており、ほとんどの場合4つのバージョン、過去、現在、悪い未来、良い未来が存在する。特にこの最後のステップは CD メディアの容量を活用したいという要望から来ていると思われる。8つのボーナスステージを追加すると合計78の異なるステージが存在する。トラック1のファイルシステムを少し分析すると、オーディオトラックとビデオトラックを除いた約 20MB のゲームがあることがわかる。実際70のコースにはそれぞれ 256KB のファイルがあるためすぐに増加する。一方格闘ゲームではメガ CD のワードラム 2MB は少なすぎた。カタログには6メガと書いてるのに2メガしか使えなかった。今回調べるまで中の人も知らなかった。 PC エンジンアーケードカードは 18MB あった。例えばメガ CD にメタルスラッグのような。実際には対策ネオジオゲームを移植する場合、メガ CD はあまり役に立たなかった。特に対戦格闘ゲームでは非常に大容量のカートリッジほど効果的なものはない。例えばネオジオゲームのように各キャラクターに即座にアクセスできる 16MB のデータのロムバンクを持つのはメガドライブカートリッジだけである。メガ CD では残念ながらそれができなかった。6. 帯域との戦い。バットマンリターンズ CD。 道路、建物、バットモービル、乗り物、敵、ミサイル、爆発、タイマーさえもシーン全体がメガ CD で描画される。シンプルなメガドライブの背景レイヤーとして表示するには 256×192 ピクセルのシーンまたは 24KB をメガドライブの VRAM に転送する必要がある。メガドライブは2番目の BG を使用して背景に紫の空とカブウィンドウを描画する。これらは背景に別のレイヤーを追加するためにのみ使用される。地平線上に見える都市はメガドライブのハードウェアスプライトで構成されている。これはメガ CD で生成されメガドライブの VRAM に送信された 256×192 画像のスクリーンショットである。ゲームのほぼ全てがそこにある。フレームレートはこのタイプのメガ CD ゲームに期待されるように主に 15fps である。これはゲームが標準のメガドライブゲームよりもわずかに低い解像度を意図的に選択しているために可能である。バットマンリターンズのこれらのシーケンスの技術的特徴は全てクリフハンガー、同じ開発者のスノーボードシーケンスにも同様に見られ、これも非常に成功している。バットマン&ロビンのバットモービルシーケンスはバットマンリターンズのものとよく似ている。おそらくメガ CD の拡大縮小モードで得られる最大値に非常に近いものになっている。ビデオのカットシーンも技術的には非常に成功している。バットマンリターンズ同様、バットマン&ロビンのイメージをほぼ網羅したメガ CD である。モード7の章で説明したメガ CD の帯域制限を知ると、オブジェクトの数とそのサイズは驚異的である。メガドライブの2番目のレイヤーの背景が背景の装飾に再び使用されているが、都市と空を同じレイヤーに組み合わせることで画像の構成とパレットの点でより成功した結果が得られ、
さらにハードウェアスプライトも利用されている。本作はバットマンリターンズとはわずかに異なるアスペクト比を選択した 240×208 ピクセル画像転送負荷を軽減し、小さな余分な垂直性を補うために側面に小さな黒い帯が追加されている。合計するとバットマンリターンズよりもわずかにピクセルが多くなる。下部が削除され映像の縦方向が増えたにもかかわらず、ゲームは 15fps を維持し、バットマンリターンズのように場合によっては 20fps を出力することもある。フルスクリーンを実現した本作はメガ CD の映像転送最適化を代表するものである。未だにあまり知られていない事実がある。メガドライブゲームの標準解像度はスーパーファミコンゲームの標準解像度よりも高い。メガドライブゲームの 90% は320ピクセルの水平解像度を使用しているが、スーパーファミコンゲームの 99% では256ピクセルが使用されている。メガドライブにはスーパーファミコンのような256ピクセルモードもある。ほとんどのメガ CD ゲーム、より正確にはメガ CD にイメージを構築する全ての拡大縮小機能を使うゲームで使用されているのはこの 256×224 ピクセルモードである。メガ CD イメージをメガドライブに転送することは 256×192 ピクセルのような解像度でも問題となる。また画像の転送時間だけでなく、このタイプのゲームでは画像のバッファリングが必要なため、この解像度のダブルフレームバッファをメガドライブの小さな VRAM に収めることもできる。しかしそれでも足りない。これらのゲームはどれも完全にフルスクリーンではない。例えばバットマン&ロビンズのように側面と底面に黒い帯を追加すると、ウィンドウが 240×208 ピクセルにわずかに縮小される。もう一つの方法は単純に大きなウィンドウを追加することである。これにはバットマンリターンズやクリフハンガーのように、多くの場合フォーミュラー1のように画像全体に黒い帯を追加し、巨大な64ラインのウィンドウを追加してゲーム画面を 240×152 ピクセルに縮小するものなどがある。フォーミュラー1は 240×152 である。 PC レーサーズは大きな黒いバンドと巨大なウィンドウを使用して画面を 256×128 ピクセルに縮小している。サンダーホークはウィンド使用して画面を 256×152 に縮小している。これにより場合によっては 20fps に達し、メガ CD でサポートされている小さな 72×48 ピクセルのマップを追加することができている。最初はおそらくバトルコープスだろう。そのウィンドは非常に印象的で、画面が 256×96 というわずかなサイズに縮小されている。これはバットマン&ロビンのピクセルの半分であり、標準的なメガドライブゲームの3分の1である。それでもゲームが 10fps を下回ることがある。これには理由がある。詳しくは口述する。そして BC レーサーズの場合は 8、10fps 程度である。そしてナイトストライカーである。解像度は 256×103。メガドライブ側で縦に2倍に伸ばしている。バットマンシリーズと比較すると解像度が寂しく感じるが、バットマン&ロビンでフルスクリーンを実現したのはナイトストライカー発売の2年後である。この例から推測できるように、ボトルネックはイメージ転送 DMA だけではない。メガ CD の回転拡大縮小パフォーマンスが低いため、フレームレートも非常に速く制限される。メガ CD のこの回転拡大縮小機能を 60fps で使用する例はまだいくつかあるが、一般的にはシーン内の単一のオブジェクトに限定される。ヨッシーアイランドのスーパー FX と比較的似ている。このアイデアはメガドライブで動作する古典的な 2D ゲームを FX で強化するというものである。PUBG CD はその代表例であろう。特にこの大きなカニはメガ CD の機能を利用して爪と頭の回転処理を 60fps で行っている。これらのバージョンの背後にいるのはトラベラー・テイルスのメンバーである。彼らは元デモメーカーでやや複雑な FX のプログラミングを習得して楽しんでいる。メガ CD によって処理されるレイヤーは、ここではボスの頭と爪を含む 128×96 ピクセルのこの小さなウィンドウに限定される。
60fps を保持するためにメガドライブに転送できるほど十分に小さい。メガドライブゲームに 60fps で動かす場合、この 128×96 ピクセル形式、つまり 6KB は限界に近い。ここでサンダーホークについて。サンダーホークは画面が回転しているように見える。メガ CD カスタムチップによって生成される回転効果だと考える人もいるかもしれないが、この種のハードウェア機能ではこれは不可能である。それはスーパーファミコンでも同様。ではどうしているか。画像がメガドライブに転送されると、メガドライブ側で垂直スクロールしているのだ。これをピッチング効果という。これにより画像を細い垂直ストリップに切り出し、垂直視差効果のようにピクセル単位で互いに対して垂直にシフトして画像の傾きをシミュレートすることができるのだ。これはハードウェアスクロールテーブルを使用するメガドライブゲームですでに頻繁に見られるタイプのピッチング効果と同じものである。サンダーホークのこの方法は、たとえこのタイプのトリックが10度または20度の弱い回転に限定されていたとしても非常に効果的である。またゲームシーン全体が一つのレイヤーに含まれているため、木などのスプライトを含む全ての要素にピッチングエフェクトを適用することができる。このエフェクトに関する最後の面白い点は、サンダーホークのピッチングエフェクトの応答性、入力ラグはシーンの他の部分よりも優れている。これはメガドライブの機能を使うからである。メガ CD はその仕組み上最大で20フレームほど遅れるが、すでに描画された映像をメガドライブ側で即時に動かすことができる。7、15色の壁。メガ CD で処理できる色は透明の属と15色である。メガドライブの画像は15色の4つのパレットから描画される。各背景タイルと各スプライトは選択できる4つのパレットの1つを選択するため、色は15色に制限される。バットマンリターンズのスーパースケーラーシーンを例にとると、メガ CD でサポートされているシーン全体で15色しか使用されていない。これにはバットモービル、敵、車両、発射物、爆発、道路、建物、街灯、アイテム、タイマーなどが含まれる。カスタムチップはこれら全ての要素を一つの大きなグラフィックオブジェクトのように一つのレイヤーに描画する。メガドライブの VRAM に転送され、メガドライブの4つのパレットのうち1つだけが使用される。バットマン&ロビンはパレットをより巧みに使い、より美しい画像描画を行っている。空と地平線の街が別のパレットでメガドライブ側で描かれる。バットマンリターンズのグレーのグラデーションの代わりに、メガ CD の層とその夜の青みがかった色調を補完するピンクの色調を使用したかなり成功した背景と言える。それにしてもサバンナをテーマにした遊園地などのコースでは、この15色という限界を改めて感じることになる。同じ15色のパレットを使ってキリン、サイ、シマウマを表現したいと思うと乗り越えられないと思われる課題になる。たとえそれが夜の雰囲気を出すとしても、動物たちがありえない色となる。同じ制約がクリフハンガーにも適用されているが、雪の降る環境では美しい映像を描く。サンダーホークも同様である。シーン全体、地面、木々、山、戦車、ヘリコプター、ミサイル、煙、爆発など25色。ただし空は例外で、メガドライブの背景は独自のパレットで描画されている。メガ CD によって処理されるシーンに1つではなく2つの15色パレットを使用するという解決策がある。これはバトルコープスがよりカラフルにするために実現している。このアイデアは2つの BG 表示するメガドライブの機能を利用して、メガ CD シーンを2つの異なるレイヤーに分割し、それぞれが独自の15色のパレット、つまりメガ CD ゲームシーンでは30色を使用できるようにするというものである。レイヤー1は BG、A に地上オブジェクトを描く1番目のパレットを利用。レイヤ2は地面を BG、B に描画する2番目のパレットを利用。ここからメガドライブの出番である。レイヤ3は空を描く3番目のパレットを利用。レイヤ4はウィンドウを描く4番目のパレットを利用。レイヤ5はゲームシーンでは全く使用されないメガドライブのハードウェアスプライトを利用している。レイヤ4とレイヤ5の15カラーパレットは共用されている。これは
かなり色彩豊かなメガ CD ゲームの珍しい例である。しかしこれらのレイヤーのメガドライブ VRAM への DMA 転送の負荷は増加する。通常のメガ CD ゲームの倍のデータ転送が必要となる。上の表で他作品と比較しリソース率が低いと思われたであろう。実際はこの倍の映像を描画しており、メガ CD の限界を引き出してるのだ。結果として非常に縮小されたゲーム画面となった。画面全体描画とフレームレートを維持しながらこの方法を実現することは不可能である。バトルコープスと同じコアデザインパブリッシャーによる BC レーサーズは全く同じ画像合成方法を使用しており、33% 大きいステータス画面を備えているがフレームレートが 8、10fps となる。 BC レーサーズのフレームレートがやたら遅いのとメガ CD らしからぬ色彩豊かさ、遅延の長さは画面を2種類転送してるから発生するのだ。そして色を優先するこの方法のもう一つの問題は2つの映像の間でわずかなズレが発生するのだ。ソウルスターは解像度、フレームレート、入力遅延、色の問題で非常に良いバランスを見つけることに成功している。おそらくこのカテゴリで 20fps をこれほどうまく維持できるのはこれだけであり、入力ラグも許容範囲内に収めることができている。本作は知る限りメガ CD の機能を極限まで利用している最高峰のゲームである。仕組みはこうだ。地面はモード7相当を利用して描いている。そして地上に伸びるオブジェクトはメガドライブのスプライトを拡大縮小している。それに背景がメガドライブ側で描画されている。この例はメガドライブの性能を極限まで使い倒した素晴らしい例である。地上は 256×80 で BG で描かれる。これで帯域の半分を使う。前の章でスプライトの限界は 64×64 程度と書いた。あれは 60fps の場合の値である。スプライト拡大は背景と同期して良い。20fps で良いのだ。これにより回転拡大縮小可能なスプライトのサイズは 140×140 とほぼ5倍になる。画面に赤枠で表示されるエリアぐらいのサイズが該当する。このサイズは各スプライト合計でのサイズだ。スプライトの拡大は 20fps ながらもスプライト挙動は 60fps となるのだ。全部 BG で書けばいいやろの意見に対して BG とスプライトに分けるメリットがもう一つある。 BG とスプライトそれぞれにパレット指定可能であるためカラフルな映像も作り出しているのだ。さらに宇宙のステージでは地面が宇宙ステーション、ステージの目的に置き換えられスムーズな拡大処理が行われている。宇宙ステーションはステージの最後で画面全体を占めている。このトリックは左右対称に複製する処理で実現している。色の話なのでこのゲームにはもう一つの驚くべき点がある。実際ソウルスターではシーンに入るオブジェクトにフェードイン、効果を作成するために一種のリアルタイム処理を行っている。これはメガ CD、CPU によってソフトウェアで作成されている。パレットは他のオブジェクトによって使用されるためパレットの単純な変更ではない。したがってオブジェクトのピクセルを一つずつ変更してパレット内の15色から選択して一種のグラデーションをシミュレートする必要がある。もう一つの例としてフォーミュラー1がある。フォーミュラー1ではメガ CD はバットマンやグリフハンガーのような単一レイヤーでシーンの大部分を構築しているが車両はメガドライブが描画している。これによりメインシーンに使用されているパレットとは異なるパレットから描画できるようになる。8. ビデオ機能。若干おさらいである。 CD からは 15fps としてもフレームあたり 10KB しかないメガドライブの標準的な画像は 30KB 程度である。プレイステーションはモーション JPEG で動画を再生する。セガサターンはその強力なチップで動画を再生した。それらと比較し非力なメガ CD でどのように動画を再生したかが注目である。メガドライブの DMA、ダイレクトメモリアクセスを組み合わせてフルスクリーンで当時としては品質の高い美しいビデオを再生可能である。この構成は PC エンジンの CD ロムロムとは異なる。この最高の映像は画像の小さな部分を使用したりビデオをシミュレートしたりカットシーンを構成したりアニメーションの計画やスプライトをスクロールしたりすることができる。ブラム、ストロッカー、ドラキュラは
背景の動画とメガドライブの映像を同期して 60fps で 2D ゲームを実現する。ゲーム内のビデオの使用例は PUBG-CD で見ることができる。ビデオ足す古典的な 2D を組み合わせたラグのない 60fps ゲームを楽しめる。シルフィード PC88 のリマスタリングである。最も印象的なテクニックによりラグなしで 60fps のゲーム描画を行う。背景として 15fps のフルスクリーンビデオを実現している。当時はこの映像をリアルタイムで計算していると言われたが圧縮ビデオ映像である。なんだビデオかと思ったらそれは間違いである。この映像はメガ CD の 68000CPU によって展開された15色のパレットを使用して圧縮ビデオを連続的に表示した。メガ CD の CPU による映像とメガドライブ本体による 60fps3D キャラクターを組み合わせて映像美を楽しむことができた。普通に考えるとフルスクリーンでの 15fps 動画再生は不可能である。まず CD-ROM からは15フレーム 10KB、シルフィードの 256×192 解像度での画像ファイル 24KB に対して 42% のデータしか送られてこない。この時はパラパラアニメ方式でその 10KB で何とかするしかなかった。そして VRAM の問題もあった。ビデオだけであれば 256×192 転送がギリ間に合う。敵キャラなどが入ると VRAM に収まらないのだ。そこで同じ色のタイル、黒一色や青一色ハ VRAM には1つのセルしか描かない。画面に大量にあるこれらハ VRAM 上ではたった1個の 8×8 のセルなのである。これで気球などの複雑な映像はフレームレートが落ちる理由もお分かりいただけたであろう。このように VRAM 容量のキャラクタ定義数が限られているのでツールを使って 8×8 単位で使い回すパターンを最適化されていたそうだ。同じことが CD からのデータ転送にも適用され転送が間に合ったと思われる。わずか15色であの美しい世界観を作り出したのは圧縮特性を理解した上で描いたセンスあふれる映像なのだ。 X1 の Z80 でも動画再生可能との声に対してはあちらはただ動画を再生するのみであり実質画面が星空など画像がシンプルな時しかまともに再生できていない。メガ CD 版はその動画を展開しながら 60fps のポリゴンゲームを映像と同期させ当たり判定を維持しながら実現しているのだ。シルフィードは当時は驚きをもって迎えられた。プリレンダリングで映像を描画しその動画を流すことはその後のセガサターン、プレイステーションでも利用された手法である。ここでメガ CD のムービー再生技術について大きく2つに分かれる。1パラパラアニメ方式、4で字のごとく1枚絵をパラパラと表示するのだ。メガ CD はと遅くドライブのため 150KB 秒 15fps で表示したければ1枚の映像は 10KB となる。わかりやすい例としてサンダーストーム FX、 画面をトリミングした映像でも 7fps が限界である。ナイトトラップでは 15fps を実現しているがメガドライブの映像領域の4分の1である。いくつかの簡単な計算に基づくとメガ CD は圧縮を全く行わずに4分の1画面の解像度であれば動画を再生できる可能性がありそうである。ただし 8×8 ブロックごとに16色のリザリングを実行する必要があり画面は合計64色のパレットに制限される。ビットレートは 150KB 秒が可能であるがオーディオが毎秒 8KB が使用される。 8000Hz で8ビットオーディオ。メガドライブの解像度は 320×224 でありビデオ解像度が 160×120 であると仮定するとビデオは300個の 8×8 セルで構成される。生データでエンコードされた各セルは基本的に34バイト64ピクセル ×4 ビット足す2タイルバイトで構成される。したがってこの方式を使用して 160×120 ビデオの1フレームをエンコードするには 10.2KB しか必要としない。 10.2KB のビデオ ×10 フレーム足す 8KB のオーディオ合計 111.3KB 秒で十分収まる。これにより開発者は余裕を持ってオーディオを 16kHz にアップグレードすることができる。ディスクにはこのタイプのデータを最大74分保存できることを意味する。ただし様々な使用書や FAQ では
このユニットには62分間のオーディオを保存できる 500MB の CD-ROM が使用されていると主張されている。当然のことながら1秒あたりのフレーム数を増やしたり解像度を高めたりするにはいくつかのトレードオフが必要になる。2. シネパック方式。メガ CD の後期で利用された。現在流している映像もシネパックだ。フルスクリーンの映像はナイトトラップやサンダーストーム FX からの進化がものすごいことになっている。初期から使われていれば違った世界があったかもしれない。現在の動画圧縮技術と同じで、キーとなる画像から差分のみデータを提供することで、同じ容量でも大きな画面で表示が可能である。今でいう H265 とかもその派生だ。ただ、それには非常に強力なマシンパワーを必要とする。セガサターンの SH2 チップですら、動画再生に相当苦労したことを覚えているだろう。メガ CD には高速化されたとはいえ、その1世代前の16ビット68000しか載っていない。そこで使われたのがシネパックである。シネパックなどの初期の CD-ROM ベースのコーデックでは、この操作にキーフレームとデルタフレームという2種類のフレームを使用していた。キーフレームはフレーム全体を保存し、フレーム内圧縮のみで圧縮された。エンコード中にデルタフレームのピクセルが前のフレームのピクセルと比較され、冗長な情報が削除される。各デルタフレーム内の残りのデータもファイルの目標データレートを満たすために必要に応じてフレーム内技術を使用して圧縮される。わかりやすくするための画家がしゃべるビデオがあるとする。ビデオ中、フレーム内で変化する領域は口、葉巻、目だけである。4つのデルタフレームには変更されたピクセルのブロックのみが保存され、圧縮解除中に冗長情報を得るためにキーフレームが参照される。今流れているバッドアップルもシネパックであり、解像度は今回の動画で最も高い、そして驚異の VDP 転送利用率であり、実質限界値である。黒が8段階なのは、そもそもメガドライブには黒は8段階しかないのだ。シルフィードとは異なり、メガドライブへは画像そのままが転送されている。あくまでもシネパックの限界を調べるベンチマークテストのようである。アニメーションファイルを使用するこの方式では、キーフレームとデルタフレームに保存されている情報を使用して元のアニメーションをビット単位で再作成できるため、フレーム間圧縮はロスレスになる。これは非常に効率的であり、68000CPU でも動かすことができたため、美しい映像を描画できた。ここでシルフィードを見返そう。いかがであろうか。パラパラ方式でフル画面 15fps を実現している。あの美しい映像であの当時プレイできたことを神に感謝すべきである。メガ CD ユーザーにとって自慢のゲームだった。シルフィードがただのビデオじゃないかとはもう言えないだろう。シネパック登場以前にフルスクリーン 15fps を独自の圧縮技術で実現したとんでもないソフトなのだ。ここでドラゴンズレアの技術を見ていこう。2つの技術的アプローチがある。まず背景とアニメーションを分けて描画している。これにより背景は美しくなり、アニメーションも美しくなるのだ。また少ない色数で多数の色を表現するのにリザリング技術が使われる。ほとんど全てのビデオのように規則的なリザリングを使用する代わりに、ドラゴンズレアでは拡散リザリングを使用するため、複雑な計算によって得られるその映像効果は大きい。キャデラック&ディノサウルスも技術的にはものすごい。高品質のゲーム内ストリームはほぼフルスクリーン、12fps、3つのパレットを組み合わせたものである。フレームごとにパレットが更新されている。これに加えてビデオとの多くのインタラクション、衝突があり、ビデオに統合されているさまざまな要素を破壊することができる。それらを破壊すると岩が消える。シャドウ、ハイライトも利用されている。それに加えてこのゲームではアクションの途中で分岐点が可能である。2つの異なるビデオストリームから選択することになる。これは完全にシームレスな方法で行われている。最後の瞬間に方向を選択できるにもかかわらず、フリーズやフレーム落ちがない。ヒュゲームアーツ。さてメガ CD といえばゲームアーツであろう。 RPG に挑戦したルナというゲームであった。ルナは高画質高音質を目指した本格的な RPG である。
グラフィックデザイナーに現役の一線級アニメーターである久保岡俊之を据えた。久保岡は坂本龍一が音楽を手掛けた大作アニメーション「オネアミスの翼」などの原画を手掛けたアニメ業界では実に評価が高い。さらにルナはシナリオ部分でも従来の RPG ではできなかったことに挑戦した。 RPG はゲームの主人公になりきってゲームを経験していく。例えば主人公が旅の途中でさまざまな村に立ち寄る村人と会話し、倒すべき魔王が現在どんなことをしているかを突き止めたり、困っている人たちを助ける、話しかける村人によって言うことが決まっていて、そのヒントを聞きながら旅を続けていく。その村で定められた主人公の役目が終わると次の村に旅立つ。今までのゲームだと村人は役目が終わるといくら話しかけても同じことしか話さない。 CD ロムにはせっかくの大容量がある。脚本を担当していた重馬隆は考えた。どうせならエピソードが終わってもこれまでと違いさらに新しいことを話すようにしよう。重馬はゲームシナリオを手掛けたのは初めてであった。角川アニメーション「サイレント」「メビウス」のシナリオを手掛けた後、ルナのシナリオ制作に入ったのである。ゲームシナリオに関しては全くの素人であった。重馬はサブキャラクターにも変化を持たせるべくシナリオを書き始めてから今までなぜ誰もやらなかったかを痛切に感じた。映画の脚本とゲームの脚本は根本的に違う。映画の脚本であれば相手を引き込むストーリーを作ればそれでいいが、ゲームとなるとプレイヤーの行動によって情勢が変化する。その変化ごとにシナリオを作ってやらなくてはならない。セリフを一つ変えただけで全体のストーリーを作り直さねばならないことすらあったが、せっかくの CD ロムである重馬は実に1年半もかけてシナリオを完成させた。ルナは16歳の少年アレスが幼なじみの少女ルナ、少年ラムスと共にひょんなことから旅に出るファンタジー RPG である。アレスが成長していくのをアレスに感情移入しながら味わっていく。音質、画質とも従来のゲームにはないほどのハイレベルなものが出来上がった。コンシューマーでの活動についてのインタビューがある。ゲームアーツ開発のゲームはパブリッシャーとして参入する以前から多くあったことが知られているが、コンシューマーの方が売り上げがあるから作ってみたいというようなことは全く考えていなかったとのことである。ファミコンの SD ガンダムなどガンダムが好きでゲームを作ってみたくて作っただけであったり、PC エンジンのデュアンブラ自己中心派などは頼まれたので作ったりしていただけだったというお話だった。ではどうしてセガのメガドライブに向かったのかという疑問であるが、ゲームアーツの宮地氏が興味を持ったものが CD ロムだったとのこと。1984年ぐらいから注目されていたようであるが、期待していた CD 愛は発売されず、PC エンジンの CD ロムも自分の思っているものではなかった。その時にセガのメガ CD が自分の求めていたものであったため、セガに行ったというお話だった。セガや佐藤秀樹氏とは馬が合い、当時のセガの熱意がすごく、メガ CD に全部のリソースをかけてみようということになった。そのようなゲームアーツの熱意もあり、佐藤氏にメガ CD のラムを増設するようにさせ、結果メガ CD 本体の価格が上がったのは宮地氏のせいだと語られている。メガ CD の GA はゲームアーツの GA であるという勢いで、ゲームを作成、発売していくことになる。メガドライブ、メガ CD で発売されたゲームについて、それぞれのご苦労を伺った。天下布武のオープニングや弓ミミックスなどは、MPEG などの規格がない中、動画を再生する方法から、アニメスタジオを作って動画を作ったりと、一から全部を作るという過程が必要であったようだ。デュアンブラ自己中心派に激闘、東京麻雀ランド編はオリジナルの世界観を作り、これまでの全部のキャラを入れて喋らせるなど、集大成となった作品だった。またシルフィードはとにかくポリゴン表現にこだわった作品で、当時はリアルタイムで描画できなかったので、背景の動画との組み合わせを苦労しながら作ったとのこと。フラクタルで地形を作ったりと、とにかく映像表現にこだわった作品だった。どのゲームも一貫して CD ロムでどんなことができるのかを模索しつつ、素晴らしいゲームに仕上がっている作品だった。
またメガ CD で発売されていた初期の海外ソフトであるシムアースやライズ・オブ・ザ・ドラゴン、ウィング・コマンダー、プリンス・オブ・ペルシャのローカライズは全部ゲームアーツがやっていたようである。とにかくメガ CD を盛り上げなければいけないというような使命感があったのだろう。さらにハードを売るために必要な戦略として RPG を作成することとし、スタジオアレックスやガイナックスの面々とルナザ、シルバースターを作成することに、RPG はノウハウがなかったので非常に苦労されたようだ。シナリオやキャラクターデザインは非常に良かったのだが、戦闘のエフェクトなどが完成に間に合わなかったので、エンカウントは20分の1にして調整したとのことである。あのエンカウント率の低さはそんなことが原因だったということを初めて知る。このように初代が消化不良だったため、ルナエターナルブルーはちゃんと作ったとのこと。宮地さん自身、3ヶ月ぐらい会社から出られず、シナリオや世界観、戦闘もしっかり作り込んだ作品に仕上がったというお話だった。メガ CD 終盤に発売されたが、本当にこのゲームは傑作である。このような多数のゲームをメガドライブ、メガ CD で発表したゲームアーツであった。その頃にはセガに完全にハマっており、その流れでセガサターンへ。セガサターンはすごいマシンで、今度は任天堂に勝てると思っていたそうである。宮地武氏のインタビューがある。インタビュアーずんだもん。宮地武氏は四国メタンでお届けする。シルフィードは1986年に PC88 向けに初めて登場し、現在では様々なコンソール向けに何度もリメイクされ、改良されています。あなたはゲームを作ることに本当に情熱を持っているようですね。そうですね。ゲームアーツの創業以来、私たちは常にハードウェアの限界に挑戦し、できることは全てやるという方針を貫いています。現在、家庭用ゲーム機のハードウェアは急速に進歩しており、ソフトウェアがハードウェアに遅れをとっている状況にあると思います。私たちはこれらが互いに歩調を合わせるべきであると考えています。ハードウェアが進歩するにつれて、ハードウェア用に作成されるソフトウェアも洗練されるべきです。では、メガ CD 版のシルフィードの最新作もその理念を踏襲しているのでしょうか？そうですね。ただし、バットマン&ロビンの基礎となるコードは、現在からほぼ7年前のコンピューターハードウェア上に構築されています。そう考えると、ハードウェアにはまだ大きな進歩はありません。しかし、より優れたゲームが登場すれば、さらに素晴らしいゲームを作成できると私たちは確信しています。メガ CD についてはいかがですか？それはそれらの野心にかなうものでしょうか？そう思います。基本的に、私たちは CD ロムメディアの将来性に非常に興奮しています。利用可能なストレージメモリの増加に関しては？そうですね。ゲームの可能性は無限大ですね。しかし、ゲームデザインの様々な可能性を X メガバイトのカートリッジに詰め込もうとすると、必然的に妥協が必要になり、ビジョンを完全に実現する前に常にメモリが不足してしまいます。今後はどのようなゲームを作っていきたいですか？ネットワークゲームのようなものを作ってみたいですね。現時点では、ビデオゲームで実現できることの 10% 程度しか達成できていないと思います。ロムカートリッジが10で、CD ロムが20だとすると、ゲームの可能性の残り 80% はネットワークゲームにあると私は信じています。あなたと何万人もの他のプレイヤーが同時に接続されているゲームで、私たちがどんな素晴らしいことができるか想像してみてください。それはすごいですね。その技術が実現したら、どんなゲームが作れるかということは実はもう考えているんです。とはいえ、そこからはかなり遠いようですね。残念ながら、そうですね。電話料金が1時間あたり100円になればとても嬉しいです。でも今のところ、ゲームアーツではまず、CD ロムで何ができるかを模索しており、ゲームの比率を 10% から 20% に引き上げようとしています。残りは、まあ、祈るしかありません。笑い。言い換えれば、現実が想像力に追いつくのを待たなければなりません。その通りです。私たちの創造的な野心は、現時点ではハードウェアのレベルを少し上回っています。しかし、CD ロムがついに入手できるようになったことで、私たちがやりたいことをもう少し実現できるようになりました。そして次はネットワークゲームです。はい。その前に、私たちの目標はトップの CD、ロムゲームメーカーになることです。その他のソフトウェア。ではここからメガ CD の思い出のソフトを紹介していこう。サンダーストーム FX。
サンダーストーム FX のオリジナルは1984年5月に日本のデータイーストから稼働されたアーケード用 3D シューティングゲームである。幻魔大戦1983年に続く同社のレーザーディスクゲーム第2弾である。プレイヤーは戦闘ヘリコプター LX-3 のパイロットとして全世界を舞台に暗躍する武装テロ組織を鎮圧し、地球の平和を守るという設定のもと、操縦桿と2つのボタン、ミサイル、機関銃を使って LX-3 を操作し、各ステージのアクシデント、すなわち LX-3 を攻撃してくる飛行機やヘリコプター、戦車、空母、自走式対空ミサイル、戦艦といった敵の軍隊、テロ組織を壊滅する。開発はデータイーストが行い、ゲームデザインは岸本義久、プログラムは熊谷慎太郎が担当し、両社は後にテクノスジャパンから稼働された熱血紅白におくん1986年やダブルドラゴン1987年を手掛けることとなった。また音楽はロックバンドのタオが担当している。1992年にはサンダーストーム FX のタイトルでメガ CD に移植された。概要、幻魔大戦とは違い、既存のテレビアニメや劇場アニメの映像を一切使用しないデータイースト初のオリジナルレーザーディスクゲームで、アニメパート部分は東映動画が制作を担当した。アニメ動画を使った国産のアーケードゲームということから、当時のアニメ雑誌アニメージュでも紹介され、アニメパートのスタッフリストは公開されているが、ゲーム部分のスタッフリストは企業秘密ゆえに公開されていない。開発者の岸本義久の公式サイトによると、セル画枚数は5万枚以上を使用し、制作期間は1年、総スタッフは500人以上、制作費は1億円かかったという。LD 版ほどの画質ではないが、プレイ感覚は相変わらずで、アニメを取り込んだビジュアルは雰囲気があり、見ているだけでも楽しい。当たり前であるが、フレームレートや色数はメガ CD 版は劣る。ムービーに合わせてボタンを押す。言ってしまえばそれだけであるが、 LD ゲームを再現できるハードはメガ CD しかなかった。その迫力の映像は今まで見たことのないものであった。中の一お気に入りのソフトであるロードブラスター FX。 ロードブラスターオリジナルは1985年8月に日本のデータイーストから稼働されたアーケード用インタラクティブムービーゲームである。1990年代のアメリカ合衆国を舞台に、主人公の男が乗車しているモンスターマシンを操作し、暴走族による統一組織 RRR によって殺害された妻の復讐を果たすことを目的としている。サンダーストームに続く同社のレーザーディスクゲーム LD ゲーム第3作目である。アニメーション制作は前作と同じく東映動画が担当した。開発はデータイーストが行い、ゲームデザインは岸本義久、プログラムは熊谷慎太郎が担当し、アニメーション監督はアニメーターの高山秀樹が担当している。1992年にロードブラスター FX のタイトルでメガ CD に移植された。オープニングテーマはジェイルオークの曲に差し替えられている。またこの曲が良い。概要、プレイヤーはモンスターマシン LX5 のドライバーとなり、ステアリングと2つのペダル、スーパーチャージとブレーキを使いながら LX5 を操作して各ステージのアクシデント、すなわち LX5 を攻撃してくる暴走族、車やバイクを運転を壊滅する。攻撃や操縦などは前作サンダーストームと同様だが、途中では同時押しという機能が加えられた。前作と同様、入力したコマンドが正しければ次のシーンに進め、誤っていればミスされ、時期がクラッシュされるアニメが流れて残りのマシンが1台減る。全部なくなるとゲームオーバーとされる。前作と同様のシステムを持ったゲームであった。前編背景動画で書き起こされ、その枚数は10万枚を超える。最愛の妻との新婚旅行中に男の車が襲撃され、崖の上から突き落とされる。奇跡的に助かった男の隣には変わり果てた妻の姿があった。男は復讐に燃えてモンスターマシンを借り、妻を殺した緑髪の女が率いる敵を追い求めてゆく。メガ CD 版ゲーム誌ファミコン通信の
クロスレビューでは32点、満40点でゴールド殿堂入りを獲得。レビュアーからは映像に関して車の見せ方を研究した上で制作されていると指摘されたほか、他人がプレイするのを見ることで楽しめるといった意見や、プレイヤー自身が映画インディ・ジョーンズシリーズ1981年の登場人物になった気分に浸れるアニメのように動く様からメガ CD の性能を賛辞する声などが挙げられた。ゲーム本メガドライブ大全では、移植を担当したウルフチームが同ジャンルのサンダーストーム FX やタイムギャル王道機種で発売済みであったことを受けて、全2作にも増して移植を担当したウルフチームの技術が冴え渡っていると称賛。アーケード版の照準が合わせにくく難易度が高かったことを指摘した上で、メガ CD 版ではすっぱりと削除され、ジェットコースター的な面白さに集中できるようになったとゲームシステムに関して肯定的に評価した。ナイトストライカーオリジナルは1989年に台頭が稼働したアーケード向けの大型筐体ゲーム。疑似 3D 表現を用いたシューティングゲームである。ディレクターは海道健二。ゲームそのものは皆様よくご存知と思われるので解説は行わない。メガ CD でどのように作られたか推察する。まず背景と地上及びトンネルパートの天井オブジェクトはメガドライブ側で描画される。本ゲームでは 256×224 モードである。上下にトリミングがあり、縦方向は 256×206 ドットとなる。ここで前述の転送速度の問題がある。フォーミュラー1では 240×152 36,480ピクセル、 PC レーサーズは 256×128 32,768ピクセル、サンダーホークは 256×152 38,912ピクセル。ここでナイトストライカーの解像度 256×206 では 52,736 ピクセルとなり、巨大すぎて転送速度全然足りないのだ。ここで頭のいい人が考えた。縦の2個のドットを1つとするのである。縦方向を半分にしてメガドライブ側で縦に2倍に伸ばすのだ。イメージとしては PC8801 の縦長グラフィックのイメージである。これにより 256×103 26,368ピクセルとなり転送が間に合う。前述の他作品は新規ソフトなので額縁含めデザインが可能であったが、ナイトストライカーはアーケードからの移植のためフル画面を変更できない。こういった努力で映像が実現できた。スプライトと BG 分離動画でメガ CD 側映像が BG に見えるのはこのためである。一見マーク3版スペースハリアーのような BG を使った無茶移植に見えるが、正確には異なる。メガ CD 側でちゃんと 3D 計算を行い、オブジェクトの拡大縮小を行い、映像を描画。メガドライブ側でその画像を縦に伸ばして表示。メガ CD が描くオブジェクトとメガドライブが描く地面や背景映像を合成している。無茶移植には違いない。ただ当時の技術ではこの方法しかなかった。そしてナイトストライカーの移植はメガ CD にしかなかった。多少解像度は低いものの、その音楽と世界観はナイトストライカーそのものであり、メガ CD ユーザーにとって大切なゲームだった。ノスタルジア1907ノスタルジア1907は1991年12月20日に発売されたアドベンチャーゲーム。本作は豪華客船を舞台に爆弾設置の濡れ衣を着せられた主人公が無実を証明するために奔走する内容である。制作者の四井浩一はこの設定についてシャガーノートの名前を挙げて赤か青のコードを切るクライマックスや爆弾を解体中に洒落たセリフをつぶやくのを面白く感じたことをインタビューで答えている。また本作の爆弾解除パートは作者を同じくするプレイステーション用ソフト鈴木爆発エニックスの元になったフルボイスで喋るアドベンチャーゲームである。声優もうまく BGM も最高だった。中の人お気に入りのゲームである。ユミミミックス株式会社ゲームアーツが1993年1月29日に発売したインタラクティブコミックである。概要：主人公吉沢由美美が体験するシュールで奇妙な冒険を題材としたアドベンチャーゲームである。ゲームの内容がアニメ番組を見ているような描画なのが特徴。作中ナレーションによれば
少女漫画に分類されている。制作期間は2年ほどで、漫画家の竹本泉が脚本、設定、絵コンテ、レイアウト、タイトル、ゲーム中の選択肢、一部フォントなどを担当しており、既存の手法で制作されたアニメーションをビデオキャプチャーで取り込む手法ではなく、原画、動画を開発機材にイメージスキャナなどで取り込んで、ハードの仕様に合わせて手作業で修正、着色したものをハードのスクライト、背景スクロール機能を活用して表示するため、総動画数約7000枚にも及ぶ全800カットがフル画面サイズでのクリアなアニメーションを実現している。メガドライブは BG が2枚しかない。ゲーム中は大きなキャラクターが何人も登場して動く。スプライトも利用し、その制限を全く感じない映像は違和感を感じさせないということがものすごい技術なのである。メガ CD といえば本作メガドラミニ2の発表で本作が収録されず、涙を流した新種処刑も多いだろう。ゲーム機というスペックなど一切気にせず、竹本泉氏の世界観にのめり込める。メガ CD の特徴でもある回転拡大縮小機能も要所で用いられている。オープニングとエンディングは高橋由美子が歌う。特にエンディングの元気はファンからも愛されており、曲の途中で由美子のコールが入っていたのも懐かしい話だ。週1、僕たちにとってメガ CD とはどんな存在だったのか。1991年僕は当時高校1年生だった。前年にスーパーファミコンが発売されローンチタイトルの F0 とスーパーマリオワールドに驚愕した。僕のメガドライブでは実現不可能な映像と音だった。友人の家で夢中になってミュートシティ1のタイムアタックを競った。同時にそれまで自慢だった僕のメガドライブとの性能差を見せつけられた。そして友人から PC エンジン版イースを含めた CD ロムゲームを貸してもらって、そのサウンドとビジュアルシーンを羨ましく思っていた。そしてメガ CD 発売の噂を耳にする。発表されたスペックに小躍りして喜んだ。念願の CD ロム。僕のメガドライブで回転拡大縮小ができる。しかも1枚ではなくて複数。TCM8 ちゃんの美しいサウンド。ワルキューレの伝説とかも移植されるかもしれない。本体49,800円。それはセガサターンよりも高い。ソフトが7,000円で2つは欲しいから65,000円は必要だった。アルバイトを初めてやった。工場での簡単な作業。時給500円だった。8時間労働で16日分に相当する。頑張ってお金を貯めて本体と合わせてノスタルジアとアーネスト・エヴァンスを購入。ノスタルジアは満足だった。任天堂からローンチに F0 とスーパーマリオワールドが発売されたが、セガのローンチは惑星ウッドストック、ファンキー、ホラー、バンドであった。セガ野郎の僕もさすがに手は出さなかった。前の章で触れたがセガは結局発売後1年間で5本しかソフトを出さなかった。初期作品は首をひねるものがあったが、総じて満足のいく作品に出会えた。当時は当然内部構造もわからないため、どうしてこうなったと思う作品もあったが、技術的原因が分かった今となっては、それぞれ頑張った作品群と思えるだろう。映像と音楽で PC エンジンやスーパーファミコンなどライバル機が勝てない圧倒的な性能を誇った時期があったのだ。1994年11月22日セガサターン発売。北米ではメガドライブはスーパーファミコンと互角の勝負をしていた。北米でのサターン発売は1995年5月。日本ではセガサターン発売に沸く中、北米ではメガ CD と 32X がタッグを組んで孤立奮闘で戦っていた。こうして振り返ればわずかな期間のメガ CD の活躍の日々は役割を終えることになる。その技術はサターンに受け継がれていくことになる。時は現代。当時の中高生にとって大金だったメガ CD。そのポテンシャルと実力は結局どうだったのだろうかとモヤモヤが晴れない30年だった。今回の調査でそのモヤモヤが少しでも晴れれば幸いである。今回の動画はここで終わりです。チャンネル登録や高評価ボタン、コメントなどいただけますと次回動画を作るエネルギーとなります。また次回動画でお会いしましょう。